おはようございます。たかしです。本日は2月3日金曜日、ただいま7時41分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日は大きく下落してきました。今まで GMMA 付近でなかなか下げられなかったのが、ここ2、3日で急激な下落となっております。ストキャスティクスは安値圏に入ってきております。過去のゴールデンクロスを見てますと比較的大きく上昇してますので、そろそろ次の上昇につながるような動きになる可能性も考えておきたいです。現在は緑のボックスの中で動いておりますが、その下限まで下落してこれるのか、そしてここを更新してこれるのかというところに注目ですね。この下限付近っていうのは過去何度も意識されているところですので、この辺付近155円のミドルぐらいっていうのは次の反発のポイントになる可能性が高くなってます。そしてこの安値を下抜けてくる 155.5 付近を下抜けてくると、現在のこの下落トレンド継続というところで、この辺ですね、次のこの右上がりの赤いライン、これ週足に引いたものなんですが、現在の価格で言うと152円ぐらいまでは下落してくる可能性が出てきますね。では4時間足です。4時間足では黄色のボックスの中で動いてまして、現在はその下限付近に近づいてきております。4時間足もストキャスティクスは安値圏、日足も安値圏でしたので、ここからの下落に乗っていくのは優位性がないと思ってます。ただ基本的にはずっと下落してきてますので、戻ったところは売られやすくなりますので、戻り売りがいいんですが、一旦の上昇を待ちたいところですね。一旦上昇してそこからの戻り売りをしないと、現在地付近ではインジケーター的にはいつ反発してもおかしくないところにありますので、その辺は注意してトレードするのがいいと思います。そして黄色のボックスの下限付近に近づいてきておりますので、ここは過去も見てますと反発してきておりますので、その辺付近まで下がってきたところ、156円から155.5 ぐらいまで下げてきたところっていうのは次の強い反発上昇になり得ますので、そこは注意ですね。ただし過去の動きを見てますと安値を切り上げてきてますので、ここまで下げてくるかどうかっていうのは少し疑わしいので、この切り上げているということは、今回も安値を更新せずに上昇していく可能性も高いですので、その辺も注意が必要です。ただここから上昇するにも今のところ強い下落があります。MACD に関してもかなり弱くなってきておりますので、上値は重くなると思いますので、ここからの上昇を狙うのではなくって、一旦上昇したところの下落を狙う方がやりやすいとは思いますので、もしここでダブルボトムとか逆三損とかいうのが出てくれば、そこからの上昇を疑えばいいと思いますが、現時点では上がったところの戻り売りをやっていくのが安全だとは思います。では1時間足です。昨日はドル円の下落、それからポンドドルの下落に引っ張られて、ポンド円は大きく下落してきました。ただ現時点では GMMA の青帯との距離が空いてきてますので、一旦は GMMA まで戻すようなそういう動きをする可能性を考えます。で、そう考えますと、今ここにフィボナッチリトレースメントを引いてます。これは現在の安値に引いたものなので、安値を更新すればまた引き直しになるんですが、この紫の点線、ここ、昨日の高値ですね。そこから現在地の、最安値のところに引いておりますので、その 23.6% とか 38.2% ぐらいまで戻ってきたところからの次の下落っていうのを考えていくのがいいかもしれませんね。1時間足のストキャスティクスは今ぐちゃぐちゃと綺麗じゃないので、まずは一旦上昇してくるのを待ちたいところ、この上昇してきて次のデッドクロスをしたところからの下落に乗っていくのがいいのかなと。ただし4時間足も日足もストキャスティクスは安値圏にありますので、ここからどんどん下落していくというよりは、次の反発がいつ起こるかわからない状態にはなってますので、そこは注意しながら戻り売りを狙っていくのがいいんじゃないでしょうか。ただ本日は金曜日ですので、分かりにくい動きをする可能性があります。で、昨日も大きく下落してきましたので、調整の動きをしてくる可能性もありますので、どこまで戻してくるかっていうのを見極めながら、そこからの戻り売りポイントを探していくような日になるのかなと。もしかすると本日1日かけて調整の上昇で終える可能性もあります。で、金曜日ですので無理なトレードは控えていくのがいいと思いますので、その辺を考えながら今日はやっていくのがいいんじゃないでしょうか。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方が少しでもスキルアップできるような丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードでの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。
それから初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただいて、自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も変わりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、Stochastics、MacD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。